はいどうも、ゆうつけでございます。今回はですね、前回、前々回の動画で、ある程度走れるようになってね、たまに入着できるようになってきまして、そんでもってね、勝ったらいいな、じゃない、勝たなきゃダメなんだみたいなね、どんどんそういう思考になっていって、勝たなきゃゴミみたいなね、勝たなければ、勝たなければ、勝たなければっていうね、そういった感じのね、思考になってきた人のための動画となっております。今までの動画でね、教えたことを、完璧にこなしてもね、なかなか1位連発みたいなね、入着連発みたいなことはなかなか難しいんですけども、今回教えていくことをね、実践することができれば、そういうこともね、夢じゃなくなってくるんで、ぜひ皆さんね、今から教えていくことを身につけてください。はい、今回ね、教えていくのは、風読みですね。ヨットで、一番重要な能力といっても過言でもない、風を読んでいくといったことです。なかなかね、リアルセーリングで風を読む天才になることは難しいんですけども、VRI に関してはね、誰しも、風を読む天才になることができるんで、皆さん頑張っていきましょう。はい、というわけでね、まずはね、1分間、ちょっと、風がどんな風に変化していくか見ていきましょう。はい、ということでね、見てわかる通り、わかんないかもしれないですけど、大体ね、紙マーク付近の風が1分後にスタートラインに来ているというのがね、お分かりいただけたかなと思います。なので、スタート位置を決めていく方法としましては、まず大前提として、紙マーク付近の風を見るといったことですね。紙マーク付近の風が右に触れているならば、上有利のスタートになりますし、下有利、左に触れる風だったら、下有利の風になっていきます。で、さらに、ここで見ていきたいのが紙マーク付近の風と、さらにその奥の風ですね。スタート時の、風と、スタート後30秒後、どの風を走っているのかなといったことに注目していきましょう。そうすることによってね、スタートで、高さを獲得することができて、最初の触れを掴むことが可能になってきます。以上がね、スタートするときの、スタートの位置の決め方になってきますね。皆さんもたくさんね、レースをこなして、早く風を読めるようになっていきましょう。前回のね、動画でお話しした、リフトロングを走っていくということがね、重要とお話ししたんですが、もう一つね、コースにはたくさん重要な要素があって、その一つにね、次の触れに向かうというのがあります。例えば、今走っている風の中では、こういう風ですので、次は左触れですね。なので、まだ、左触れのヘダーになってしまうんですけども、若干ね、ヘダーを走りつつ左に向かっていって、次の触れに向かっていくというのがね、重要になってきます。そんでもってね、ここで紙膜付近までの風見てあげると、このブロー、左側のね、ブローが右触れで、右側のラルがね、左触れという形になっているんですけども、わかりますでしょうか。でこういった場合のね、風どっちに触れるのとね、疑問があると思うんですけども、こういう場合はね、その場所だけの風の形だと予測できないので、すでに走っている側の風を見てあげますと、左触れですよね。で、この左触れの風がラルにつながっているので、そちらの風も左触れが継続するといったね、考え方ができます。それでちょっと話が前後するんですけども、まずね、風の形で触れを予測できるということにお話ししてませんでしたね。はい、VRI では風の形によって触れを予測することができます。はい、例えば今のこういう風ですと、こういう触れが予測できます。風のね、この形、傾きによって、どっちに触れるか、といったことを予測することができますね。はい。上級者の方は、こういう風をね、予想していくってことが、必須になってきますので、皆さんもね、よく風を見て観察していきましょう。はい。では、このレースのね、スタート地点での風を予想していきましょう。はい。皆さん、わかりましたでしょうか。はい、そうですね。
こういう風の時は左フレがスタート時に来るので、シモスターが有利な解明となってきています。なかなかね、最初の頃は、予想していくっていうのがね、難しいかもしれないんですけども、よくね、見ていってトライアンドエラーを繰り返していくことで、再現性というかね、正答率の方が上がっていきますので、頑張ってみてください。というわけで、スタート前の残り13秒ですね。下の方に来ている船のが少ないんでね、イージースタートをしていって1の方をね、バックレと取れていきそうですね。リコールだけ気をつけていきたいですね。はい、とか言いつつね、やってしまうのが言いつけクオリティなんですけども、逆にね、リコールしてしまった方が、風にね、素直なコースを引いていけることも、ね、多いんで、リコールした方がいい順位の方もあるんですけどね。はい、というわけでね、今回めっちゃ左フレ入ってるんで、このままリフトを走っていくと思います。はい、で、次のね、フレを見てあげるとね、右フレが今んところ見えないんで、おそらくね、ずっと、左、ポートを走っていって、最後の方でね、右フレちょっと入って返していくかなといった感じですね。現時点ではちょっとだけこのブローが右フレかなみたいな感じなんで、そこを目指しているって感じですね。はい、というわけでね、右フレ入ってきたんで、そろそろ返していこうかなと思います。ここら辺のレグになってくるとね、もうアプローチという段階になってくるんで、アプローチの話はね、今までの動画で何回か取り上げたことあるんで、もしよかったら見ていってください。興味あるなら見ていってくださいって感じですね。アプローチに関しては、本当に、リアルセーリングと同じ感じでアプローチしていったらいいと思います。はい。こんな感じでね、先行艇のブランケットの影響で、後続艇はね、オーバーセールせざるを得ないんで、そういうオーバーセールをね、見逃さずに、きっちりとぶち込んでいくというのがね、順位を上げる一つの方法になってきますね。上級者はね、こういう隙を絶対に逃してくれないんでね、逃してくれないし、しかも、あれですね、逃さないってことが、上級者になっていくっていうね、一つの過程でありますね。さあ、ということで、ランニングに入っていきましょう。はい、大体ね、ここら辺まではフレッシュを掴んでいくってイメージでいいですね。で、ここら辺のレーンで返していくと、即在艇のブランケットに若干入るか入らんかぐらいの風なんでね、ここら辺で返していくといいですね。もうこれラフィングマッチしたくねえやって時でね。で、ここら辺の段階で、ちょっと若干ね、手が空いたなってなった時に、次の風を見ていきます。はい、今回の場合ですとね、こんな、もうわかる方いるかな。これラルの形がね、右フレなんですよ。あえてね、このライン書かないんですけど、どのラルのこと言ってるかわかるかなみたいな感じなんですけどね。おっと、ここでペナルティ食らってしまう。はい。先ほどね、見たラルの形がめちゃくちゃ右フレなんで、これはもうね、即タックで右突っ込む、安定ですね。はい、若干18以上取られてしまったんですけど、しっかりと、開口していくことによって、ペナルティを回避して、さあ、右に突っ込んでいきましょう。はい、このラルの形ね、えぐいっすよね。めっちゃ結構触れるなといった感じなんで、しかも、左奥に見えたよね、ブローの形もありますよね。若干手前がね、左触れなんですけども、おそらく右触れになるでしょうといった感じですよね。ここは、右触れが入った後返していって、最後のね、もう一回ラルで左触れ起きそうなんでね、そこでアプローチかなといったプランニングがね、コースプランが今完成していますね。さあ、これね、上側の船返さなさそうなんで、先に返していきましょう。はい。しっかりとタック13条のペナルティを回避して、後ろを通って左に向かいましょうね。こういう時でね、タックせいみたいな感じしてもね、絶対返してくれないんで、青レースとかだとね、わかんないですけど、ミドレースはね、コース分かってない人結構多いんでね、そういった方にタックせい言うてもタック返してくれないんで、自分一人でね、後ろ通ってでも、タックしていくっていうのがね、いいと思います。で、ここら辺でね、左フレ入ってくるんで、最後のアプローチしていきましょう。でね、どういった時にね、次のフレ向かった方がいいんだろうみたいなね、疑問あると思うんですけども、そういったことに関しましてはね、結構高度な技術といいますかね、ちょっと難しい、説明が難しいんですけどね。風が傾く時って、大体曲がるですよね。線が傾きが曲がる時があるんですよ。
例えば右下がりから左下がりに変わるみたいなね、そういった変化のところがあると思うんですけども、そういったところを目指してね、タックしていくっていうのがね、大事ですね。例えば、今の、感じで言いますと、もしこれがクローズだとここを目指していくって感じですね。はい、というわけでね、最後のレースになってきました。というわけでね、まずはスタートをどこから出していくかっていう戦略を立てるのと、クローズのレグをね、どうやってコースを決めていくかということをね、最後に一緒に復習していきましょう。まずはね、紙マークまでの風を見てあげて、スタート時にどういった風がなっているのかなというのを予想していきます。で、余裕があればね、スタート後30秒後の風の触れを予想していきます。はい、今回はですね、右触れががっつり入ってくるんで、できれば紙ピンでスタートしてね、即タックして右触れを掴んでリフトを走って、スタボを消化していきたいなといったプラングになってきております。でね、このスタートの戦略はね、前回お話した感じですね。低く待って最後に場を出していくっていったのがね、基本戦略となってきます。先行艇のね、紙にぶち込めそうなんで、紙ピンいけそうですね。さあ、残り4秒。下の手よりね、先に、少し距離を空けることによって、先に加速することができます。はい、速タックして紙ピンスタートすることに成功してきました。そんでもってね、ここら辺でタック返していくと、おそらくね、右フレ、いい感じのね、右フレ入ったところで返していけるんで、ここら辺を目指してタックしていきます。はい、そろそろタックポイントですね。はい、返していきましょう。で、現時点で、ポテンシャル一番高いですね。で、このまま、左振り来るまで待機していきましょう。でもしね、これがもっとね、右振っていく風ってなってきましたら、右に突っ込んでね、くの字コース引いてくる手に、アドバンテージ取られてしまうんで、その手をね、抑えに行くっていう考え方もありますけども、オフショアは、あれですね、ランニングで結構抜けるんで、そこまでのしなくてもいいかなといった感じですね。青レースとかね、本当に1位しかいらないみたいなね、そういった時には、タイトカバーかけに行くっていった、こともありますけども、こういった場合はあんましなくていいかなって感じですね。で、左が奥のね、風見てあげるとね、左フレのブローあるんですけども、おそらくね、残り1分以内に降りてこないと思うんで、左フレは入らずにアプローチしていくかなといった感じですね。タック返した後に、フレが入ってきてオーバーセールといったことを考慮して、ちょっと早めに返していくっていうのがね、いいですかね。本当ブローはね、降りてこないと思うんで、これ、こういう場合はね、レイラインバチバチに返してもいいのかなといった、風の触れですね。今回はね、スタートをどういった風を走っていくのかっていうのと、クローズ中どういったね、コースを作っていくのかっていうことにね、お話ししてきましたけども、本当ね、こういう技術は、コンスタントにね、入着していくっていうことを考えたときに必須の技術になってきますので、皆さんね、練習していってください。わかりにくい点とかね、あると思うんですけど、特にどういったところを目指していく、線が折れている点を目指していくって話はね、本当にわかりにくいと思うんですけども、わかんないところがあったら、なるとね、コメント欄とか、ツイッターとか、ディスコードで聞いていただければなと思います。それでは、ゆつきでした。